こんにちは。ついにスイッチ2が発売しましたね。早速ですが、皆さんはスイッチ2エディションというものをご存知でしょうか？これはスイッチですでに出ていたソフトを通用に作り直したもので、画質の向上やロード速度、フレームレートの改善などが期待できます。それ以外にも互換機能があり、スイッチのソフトをそのまま読み込んで起動することができます。そこで今回は気になる人も多いであろう2エディションがどれくらい快適なのか、互換モードで改善される点があるのかといった点を調査してみたいと思います。先に断っておくのですが、オンラインゲームのようなアップデート対応がされそうなゲームと任天堂製のゲームは扱えません。これだと劇的に改善されていたり、すぐに最適化されたパッチが配布される可能性もあるので、今回使用するソフトは任天堂以外のメーカーのスイッチ2エディション、スイッチ用のゲームカートリッジ、ダウンロード販売されているインディーゲームで気になるところを比較していきます。また、2エディションの比較対象とするのは Xbox シリーズ X となります。PS5 とほぼ同性能なので、現行機の基礎的なパワーとの比較ができますね。それでは始めましょう。まずは互換モードのロード速度やフレームレートから。比較に使用するのは風&ザワイルドマスクズ。まずはこちらのソフトの Xbox 版とスイッチ版の比較をご覧ください。ステージロード時にスイッチ版でコマ落ちしており、さらにロードに時間がかかることがわかります。その差はおおよそ 5.3 秒。ではスイッチ2の互換を見てみましょう。一応データアクセス速度とかも違うのでロードが改善されるかもしれません。気がつきましたか？ロードが短くなっています。その証拠にタイトルからマップ読み込みまでに右下のローディングアニメーションがありません。記録は 5.7 秒。 Xbox には1秒ぐらい差があるものの、スイッチからは大幅更新です。ロードのアニメーションもスムーズでしたね。このゲームはスイッチ2用に調整された更新データがないので、単なる互換でも改善されますね。しかし読み込みの環境が変わるとどうなるのか、次の検証に行きましょう。次はスイッチ2のゲームカード部分から読み込んだ場合にロード時間に差が出るかを見てみましょう。検証にはソニックフロンティアを使います。今回はタイマーを外付けしなくてもゲーム内のロード画面に時間が表示されるので、これを見て比較しましょう。マイナスボタンで練習をやめるが出た時をロード完了とし、一応その後フィールドが読み込まれるまでの時間も計測します。計測完了です。1秒ちょっとしか変わりませんね。でもゲームの互換性が悪い可能性もありますよね。そこでこのゲームは体験版がございます。今度は体験版を使って読み込み時間を見てみましょう。そちらでも差がほとんどなかったらゲームがそういった作りであることがわかるし、もし変われば内部データの読み込みが優秀である証明になります。ではオープニングから最初のステージに再挑戦できるようになるまでプレイして、いろいろなロードを挟んだのでダイジェストで比較していきますね。操作が遅れてるとこはロードのタイミングで揃えます。ロゴ表示の時点でズレはないですね。これで動作速度は正常であることがわかると思います。オープニングから最初のステージ読み込みのロード時間が3秒ぐらい違います。ステージクリアまでカット。この後ムービーがあるのですが、それの読み込みはどれくらいか見てみます。スイッチ2が早くも終了。やっぱり直接のアクセスだとかなり読み込みの効率がいいみたいですね。一方スイッチはやっと読み込み完了です。読み込み先変えるだけでここまで差が出るか。スイッチ2が次のシーンに行ってしまったので、一旦消してまた後で映像を合わせます。ステージ読み込み、ここは 0.3 秒ぐらいしか変わらずほぼ到着です。ではイベントは挟まずにステージから出て広いフィールドを読み込む時間を見てみましょう。
これで検証終了です。ムービーシーンの読み込みは長いものの、それ以外は大差ないですね。どうしても快適に遊ぶならダウンロード版の方が良さそうです。では次の検証に行きましょう。多分これを見たい人が大半だと思いますが、スイッチ2エディションと Xbox シリーズ X を比較してみます。ロード時間やフレームレートに問題がないかを確認します。検証に使うのはソニックシャドウジェネレーションズです。ゲームの状況に差が出ないように、最初のステージをクリアした直後の状態のデータをタイトル画面からロード、フィールドが読み込まれるまでの時間と、ステージ1を最初の QTE パートまでプレイして、処理落ちとかがないかを見てみます。ちなみに、どちらも画質優先モードと動作優先モードがありますが、動作優先モードのフル HD で動作させてます。読み込みが1秒ぐらい違うこと以外は問題なさそうですね。一応言っておくのですが、シャドウジェネレーションズは PS4 だと 60fps が出せないものの、 PC での要求スペックは正直低い方でした。よってこの結果で差が少なくてもスイッチ2が PS5 とかと同等ということにはならないことだけご注意ください。それでも警戒できる環境でこれだけ動かせるのは優秀だと思いますが、ということで比較をしてみましたが、どうでしょうか。ソフトによってはもっと結果が変わるかもしれませんね。個人的には今後 PS5 とかと同時に発売予定のソフトでスイッチ2版が出ないソフトもあるものの、普通に改善されているのを見たらわざわざ分けなくても大丈夫なのかと思い安心しました。ただパッケージ版の場合はロード時間が伸びそうだから買うならダウンロード版一択になりそうですね。カードの読み込み自体は速度が出ないのも見ると、ソフトが VL 版を使うキーカードというシステムで発売するメーカーが増えるのも納得いきますね。このシャドウジェネレーションズもキーカードだからこそここまでロード時間が短いのでしょう。これにて検証終了です。ここまで見てくださりありがとうございました。最後のフィールドを読み込む時間は 2.3 秒ぐらいかかってしまったものの、それ以外は1秒程度しか変わらず、ロード時間が優秀であることが分かったと思います。しかもその機能は互換でも使われると思った以上に嬉しい誤算でした。照明には実写映像が必要で動画を撮っておらず余談になるのですが、コントローラーは発表通り任天堂公式系は互換があったものの、ポリのコントローラーとかは使えませんでした。専用コントローラーとかが必要なタイトルを持っていて、買い替えたら旧型を手放す予定がある人は要注意です。それでは以上で終わります。シャドウジェネレーションズの攻略動画もありますので、もし買って攻略に詰まったら参考にしてみてくださいね。あとはスイッチの方でマリオカートやってみようと思います。初日は動画作ってるので手一杯だったので楽しみです。それではまたどこかでお会いしましょう。